ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は11月の9日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツからご紹介させていただきます。まずはじめにチャンピオンボディですね。人気なチームものです。90年代の XL ですね。シカゴベアーズです。NFB の、T シャツですね。袖はシングルステッチで、裾がダブルで縫われてます。XL 表記で身幅は結構あるボディですね。自分かなりゆったり着用できるかなと思います。着丈長すぎなくて、あまり、身長がそこまで高くない方でもいいサイズ感で着用できると思います。お値段7800円と消費税です。続きましてリバーシブルの T シャツご紹介いたします。チャンピオンのバータグサイズ表記 XL70 年代のリバーシブル T ですね。ネイビーボディと、裏地がイエローですね。で裏はプリントがない無地のタイプになってます。でラバープリントが3段で入っていて、首元ですね、ポツポツダメージが広がってるかなっていうようなコンディションですね。全体的なサンフェードとかもかなり雰囲気はいいかなと思います。で70年代とかの、オールドのこういうリバーシブルの T シャツ、大きいサイズ感なかなか、表記が良くても実寸が小さいとかよくあるんですけど、これかなりゆったり自分着用できそうなサイズ感ですね。いい雰囲気系のリバーシブルだと思います。お値段が7800円と消費税です。続きまして WRL のポケティですね。サイズ表記が 2XL になっております。ブラックのポケット T シャツですね。ディテール一見見ると結構古いタイプのポケット T シャツに見えるんですけど、 WRL で面白い作りになってるかなと思います。全体的にサンフェードしてて墨黒のコンディションになってますね。サイズ表記 2XL で、こちらもいいサイズ感かなと思います。丸胴ではなくて脇割りのタイプですが、いい、T シャツかなと思います。インナー使いしてかっこいいですね。お値段が5800円と消費税です。続いてミッキーの T シャツをご紹介いたします。こちらタグが切られてしまっているんですが、サイズ表記 XL 表記ですね。白ボディでミッキーのプリントが入ってて、カリフォルニアのプリントが入っております。これ白ボディでいいミッキーの T シャツかなと思います。これ地名が入ってるものだと結構地名で、物の良さっていうの出てくると思うんですけど、カリフォルニアいいとこですね。サイズ XL で自分結構ダボっと着用できるかなと思います。白ボディ夏これ1枚とかで、ちょっと外しのテンションで着ててもおしゃれかなと思います。お値段が、6800円と消費税です。続いてもう1着ご紹介するんですけれども、こちらベルバシーのタグサイズ表記は XL ですね。黒ボディで今回は、今度はフロリダですね。フロリダのプリントが入ってます。で定番のミッキーのポーズですね。で黒ボディです。いいかなと思います。コピーライトもしっかり入っていて、サイズ表記も XL ですね。自分が結構ゆったり着用できるかなと思います。こちらも古いボディですが大きめのサイズ感です。お値段の方が6800円と消費税です。続きましてムービー T シャツを1着ご紹介いたします。チャイルドプレイの T シャツですね。サイズ表記 XL です。で、チャコールグレーボディで、チャッキーのプリントがされております。でこちらの普通のプリントに対して、このラメのプリントがあったり、こういう感じで、ちょっとキラキラした、ちょっとギャングチックなチャッキーがプリントされております。版も大きめでボディも大きめですね。でボディの色味がチャコールっていうのもいいと思います。バックプリントはなしですね。無地になっております。サイズ XL 表記ですがかなり大きめですね。 2XL くらい実寸であるかなと思います。大きい T シャツをお探しの方やこの、チャッキーお好きな方おすすめかと思います。15800円と消費税です。続きましてラルフローレンのシャツご紹介いたします。こちらサイズ表記がミディアムですね。素材が 100% リネンのものになっております。で白ボディでボタンダウンで胸にワンポイントポニー、ちょっと定番の作りではあるんですけれども、やっぱりこのリネンだったりシルクだったり入ってるもの人気かなと思います。でボタンダウンでやっぱり一番使えるラルフローレンのシャツって感じですね。サイズ表記ミディアムですがこの辺作り大きめなので僕かなりダボっと着用できそうですね。コンディションなんですけれども、ちょっと白ボディで肩のところですかね、ちょっとシミ汚れがあったりとはありますが、まだまだ着用できるコンディションかなと思います。お値段の方が5800円と消費税です。
続きまして、ミリタリーのシャツですね。こちらも素材はリネンかなと思います。サイズ表記 XL で、このイエローで大きめのミリタリーのボタンが使われていてっていうようなシャツですね。一見レギュラーっぽいんですけれども、レギュラーの中でも結構目を引くこういうミリタリーのアイテム、古着、お好きな方だったらこういうのにちょっと惹かれるんじゃないかなと思います。でポケットが、スナップとかではなくてこのマジックテープの仕様になってますね。サイズも表記が XL で結構ダボっと今っぽいシルエットで着用できるんじゃないかなと思います。お値段の方が、こちらは6800円と消費税です。続きましてセーターを、ご紹介いたします。こちら、サイズ表記が46ですね。白ボディクリーム色でいい織りが入ってて大きめのセーターかなと思います。ウールのセーターなんですけれども、目立つような虫食いだったりダメージ等もなく、コンディションはかなり綺麗かなと思います。中に無地の T シャツとかをちょっとレイヤードさせていただいたら、この、織りといい感じの映えが発生するかなと思います。サイズ表記46で僕かなり大きめに着用できますね。お値段の方が、7800円と消費税です。続きましてカーディガンですね。こちらフラッシャーも残ってるデッドストックの個体ですね。100% ウールで、サイズ表記は、ちょっと見当たらないんですけど、こちらも実寸で XL くらいありそうですね。で白ボディで、このボタンも可愛らしくてしっかりポケットがつきますね。カーディガン、ウールのカーディガンより、モヘアだったりカシミヤとか人気だと思うんですけれども、こういうコンディションのいいウール、チクチクもそこまでしないですし、着てみると結構意外とおしゃれだったりすると思います。サイズも大きめですね。ポケ付きのウールカーディガン、お値段が12,800円と消費税です。続きましてパタゴニアのレギュレーターのベストですね。こちらレギュレーターのタグがついてサイズ表記ミディアムですね。赤ボディになっております。ベストでこちら、コンディションはかなり綺麗かなと思います。まだまだふかふかしてますね。T シャツだったりロン T の上にこのベストを羽織っていただいて、一番上に大きめのシェルを羽織るってなると真冬結構あったかく過ごせるかなと思います。ミディアム表記で僕が、気持ちゆったり着用できるサイズ感ですかね。赤色いいと思います。お値段の方がお安いですね。5800円と消費税です。続きましてフェイクアルファから1点ウールシャツをご紹介いたします。こちらサイズ表記がミディアムサイズですね。50年代頃のウールシャツかと思うんですけれども、いい色味ですね。オリーブグリーンですかねに、グレーと白でチェックが入ります。この白のステッチのチェックかなりいいですね。でボタンが練りボタンで古いディティールのウールシャツになってます。でフラップがついててボックスのシルエットですね。ミディアム表記ですけど、自分ゆったり肩を落として着用できるかなと思います。ボックスのウールシャツおすすめです。ウールだと、レイヨンとかと比べてお値段比較的安く手に入ると思うので、こういう高配色のウールシャツお探しの方ぜひゲットしてください。お値段が12,800円と消費税です。続いてセーターが、もう1着あったので見落としてたので、こちらのセーターを紹介させていただきます。これいいセーターですね。マクレガーの、セーターでサイズ表記が42ですね。ラージくらいの表記ってことですね。できなりボディで、マクレガーらしい、いい柄のボーダーが入ってるセーターになっております。でちょっと古めのボディでコンディションの方なんですけれども、若干フロントの方にシミ汚れがあったり等はあるんですけれども、着用に響くようなダメージだったり汚れはそこまで見受けられないので、これサイズ合う方は結構おすすめのセーターです。ウールのセーターで自分だと、ちょっとピタッとなってしまうようなセーターではあるんですけど、女性の方が着て結構可愛らしい柄かなと思います。お値段が7800円と消費税です。続いてリバースイーブを、本日も紹介させていただきます。90年代の 2XL ですね。アメリカ製のボディでグレーボディでラバープリントが3段ですね。プリント見ていただければわかると思うんですけれども、ボディのコンディションはかなりいいです。リブが本当に若干伸びちゃってるかなっていうくらいで、もうその他目立つようなダメージ汚れはもう一切ないですね。いいコンディションのリバースイーブです。サイズ表記 2XL で自分かなりダボっと着用できるかなっていうサイズ感ですね。お値段の方が12,800円と消費税です。
続いてもラバープリントのリバースイーブですね。サイズ表記がミディアム、アメリカ製の個体です。グレーボディでラバープリントが2段ですね。人気のこのからし色のプリント、やっぱこういうポップな色使い結構最近人気かなと思います。バックプリントは無地ですね。こちらは、多少の使用感があってリブ周りですね、ちょっとポツポツとダメージがあったりはするんですけれども、こちらもまだまだ着用いただけるようなコンディションです。サイズ表記ミディアムで自分が気持ちゆったり、チーミは全然出てないボディですね、気持ちゆったり着用できるかなっていうサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続いてもリバースですね。こちら80年代のボディです。サイズは XL ですね。裏地まだ、若干ふかふかしてます。コンディションがかなりいいってことですね。でラバープリントで、入るんですけれども、これもプリントまだまだ張りがあってコンディションかなりいいのがわかると思います。ボディも若干肉厚です。リブの伸びも一切ないですね。でバックプリントは無地になってます。サイズ表記 XL で自分ダボっと着用できるかなっていうサイズ感ですね。お値段の方がこちらも12,800円と消費税です。続いてもリバースウィーブですね。90年代のボディです。サイズ表記がラージ、アメリカ製ですね。グレーボディでネイビーと白の囲みでラバープリントが3段で入りますね。このプリントバランスかなりいいかなと思います。ボディもまだまだ肉厚でコンディションかなり綺麗ですね。リブの伸びだったりも一切ないです。バックは無地ですね。サイズラージで自分ゆったり着用できそうです。90年代のボディなんですけれども、比較的ちょっと柔らかめな、若干柔らかめな質感かなと思います。お値段が15,800円と消費税です。続きましてリバースイブのフルスナップのタイプですね。サイズ表記がいいですね。ミディアムサイズ、いいサイズです。でこちら若干トーンが暗めの赤ですね。リバースイブの中でも人気な赤かなと思います。でこちら肩のところに1点ポツンとダメージがあるんですけども、それ以外は、目立つようなフェードだったりダメージとかもなくコンディション綺麗かなと思います。普段リバースイブラージサイズくらいで着用される方だとフルジップフルスナップ結構ミディアムが調子いいサイズだと思います。僕結構ゆったりめに着用できそうです。着丈長めなのでワンサイズ下げて着用してみてください。お値段の方が15,800円と消費税です。で続きましてスペシャルリバースですね。単色タグです。サイズ表記がラージになっておりますね。でかいハトメが使われていて、フードの入り口の部分ポツポツダメージあるんですが、このなんかダメージの効き方もかっこいいですね。でフードは小さめでこの、単色タグのグレーのボディの色味も最高かなと思います。で染み込みでプリントが3段でプリントされてますね。プリントの大きさもですが、このイラストが入るプリントっていうのはリバースイブだと意外と珍しいので、これも嬉しいポイントですね。でポケットのところに青いシミがございますが、この辺ちょっと年代考慮という感じで、気にしない方だいぶおすすめになっております。単色タグのサイズ表記ラージ、かなりいいサイズですね。自分全然ゆったり着用できます。お値段の方が39,800円と消費税です。で続きましてレギュラーの年代のスウェットですね。こちらちょっとタグは、切れちゃっておりますが、レイダースのスウェットですね。下の方に、こちらのタグがつきますね。で黒と白のツートーンの切り替えになっていてレイダースですね。作りもディティールもかっこいいかなと思います。でちょっとこの切り返しの部分が素材が変わってて、ちょっと肌触りとかも面白い質感になるかなと思います。裏もこのままこのラインで切り返しですね。レイダースチームものの中でもかなり、人気な方かなと思います。ロサンゼルスのレイダースです。サイズ感ですが実寸で L から XL くらいありそうです。身幅結構あって着丈長すぎないいいボックスシルエットになってるかなと思います。お値段の方がこちら7,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットをご紹介いたします。こちら60年代頃ですかね。ブレントのタグです。サイズ表記が XL 表記なんですけど、こちら、20っていう表記あるのでキッズの XL かなと思います。で 100% コットンですねのフルジップ、ジッパーがタロンジップ使われていますね。フルジップパーカー、これも人気なところかなと思います。
でボディの色味がいいですね。鮮やかなブルーです。若干のフェードはかかってて、ちょっと色味はいいんですけれども、この若干渋さ雰囲気も醸し出してるかなと思います。キッズの XL 表記で、自分がジャストサイズくらいですかね。こちらも女性サイズ、比較的女性サイズになるのかなと思います。ジップ開けていただいたら、僕も全然ゆったり着用できます。お値段が7800円と消費税です。で続きまして、ヴィンテージセットのカーディガンですね。ソルト&ペッパーです。タグこちらにつくんですけど、ちょっとサイズ表記は切れちゃってますね。もう大人気のゴマ塩ですね。コンディションも、比較的綺麗で、ボディもまだふわふわしてて、この辺やっぱり出てきてもサイズがかなり小さい個体だったり、ダメージやフェードがかってるもの、出てくるものが多いと思うんですが、コンディションかなり綺麗ですね。裏地もまだ、ふかふかしてます。でサイズ表記あったとしたら、こちらサイズ感も大きめですね。ラージ表記くらいかなと思います。自分が全然ゆったり着用できるサイズ感ですね。ゴマ仕様のカーディガンです。お値段の方が、こちら、79,800円と消費税です。続きまして革靴を1足ご紹介いたします。ウエスコの、ジョブマスターですね。ウエスコ、で色味がブラックですね。こちらサイズが8ハーフで、多少の履きじわだったり、ソールのすり減り等はあるんですけれども、こちらかなりコンディションは綺麗なものになっております。でソールがですね、このカスタムされてダブルソールの仕様になっているんですけれども、コンディションももちろん綺麗ですし、丁寧にされていて、今こういう逆に、カスタムのオーダーすると結構お値段とかしちゃうと思うんで、このダブルソールの仕様、全然いいよっていう方であれば、かなりお買い得な商品なのかなと思います。箱付きのコンディションですね。しっかりウエスコの箱がついております。8ハーフですねの E ワイズ、こちらの方でお値段が49,800円と、消費税です。続きましてベルトをデッドストックで70年代のベルトを、2本ご紹介いたします。こちら柄がですね、こういう感じで2本、一気に写しちゃうんですけど、イーグルの柄ともう1本、この花の総柄の2本ですね。でこちらウエストの表記がどちらも34の表記になっております。デッドストックに70年代、こういうアメカジテイストなデッドストックの小物っていうの嬉しいかなと思います。お値段が両方とも7800円と消費税です。続きまして、レイダースのジャケット1点ご紹介いたします。こちらサイズ表記、ラージ表記ですね。もちろんアメリカ製です。で、ラバーのプリントが結構剥げてきてて、このレイダースかすれた雰囲気もいいかなと思います。で袖がこの切り返しになってて、バックにもレイダースのプリントが入りますね。この辺サイズだったりコンディション結構厳選してアメリカから、仕入れの方してるので、サイズも L 表記で自分が全然ゆったり着用できるサイズ感ですね。いいサイズのもの、ばかり入ってきているので、サイズ感は問題ないかなと思います。コンディションも比較的綺麗ですね。お値段の方が25,800円と消費税です。続きましてパタゴニアの、マーズのレベル3ですね。こちらポーラーテックですね。でサイズ表記がスモールレギュラーになっております。でこちらもコンディション、かなり綺麗ですね。ジッパーもですし、このパイピングの部分のスレだったりも一切ないですね。後ろもコンディションはかなり綺麗になっております。でサイズ表記がスモールレギュラーで、自分が結構いいサイズ感で着用できるかなと思います。かなり冬場あったかくて重宝するアイテムだと思いますので、こういうコンディションいいの、出てきたら結構買いかなと思います。お値段の方が39,800円と消費税です。続きましてエクワックスのプリマロフトレベル7ですね。こちらサイズがミディアムレギュラーになっております。ミディアムレギュラーの個体ですね。でデッドストックではないんですけれども、コンディションはかなり綺麗な個体になっております。本当に細かいんですけれども、後ろの方ですね、1点ポツンと、こういうシミ汚れがあるってくらいですね。このプリマロフト素材やっぱり洗えるっていうのが一番いいところかなと思います。これからどんどん寒くなってきて、このプリマロフトの季節来るかなと思います。ミディアムレギュラーで自分がダボっと着用できるくらいには大きいサイズ感ですね。大きめに着ても全然かっこいいので、僕くらいの身長の方でもミディアムサイズおすすめです。お値段が19,800円と消費税です。
続いてこちらはラージレギュラーですね。こちらが、ラージレギュラーの表記が見えるかなと思います。でコンディション、こちらも、ユーズドではあるんですけれども、かなり綺麗なコンディションですね。ラージレギュラーだと僕結構ダボっとなるかなと思います。結構いいシルエットになると思います、意外と。背の高い方にももちろんおすすめです。同じく 19,800 円と消費税です。続きましてヴィンテージのファラオジャケットですね。5、60年代頃の個体かなと思います。サイズ表記が42ですね。でジップが、大きめのタロン使われています。でこの、ブラウンと、ブラックの、千鳥格子の柄になっておりますね。で後ろにはアジャスターもついて、このウールのコンディションも比較的綺麗な方かなと思います。裏地のキルティングも状態いいですね。サイズ表記42で自分が大きめに着用できるかなと思います。ヴィンテージのファラオジャケットでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてラルフローレンの、デニムのコートですね。サイズ表記がミディアムになっております。このラルフローレン結構ミリタリーのサンプリングすると思うんですけど、これ結構いいなって僕個人的に思いました。ピーコートの形でこのデニムでピーコート、作ってますね。でボタンもしっかりこういう怒りボタンとかも使っていて、このラルフローレンのこだわりを感じますね。デニムも、色若干落ちてはいるんですけども、まだまだ濃いかなと思います。ポケットもついてて、使い勝手もかなり良さそうですね。サイズ表記ミディアムで、実寸でだいたい40くらいはあるんですかね。僕結構肩落とし着用できるかなと思います。お値段が 19,800 円と消費税です。続きまして、ディッキーズのデニムジャケットを、ご紹介いたします。こちら5、60年代頃ですかね、ディッキーズのタグがつくんですけれども、この2ポケットのセカンドタイプで、ボタンがかっこいいですね。スターボタン使われています。で色縦押しとかも綺麗に入っているんですけれども、こちらコンディションが結構、雰囲気系というか、肩の方にこのブリーチですかね、夜景ですかね、ちょっと白く、肩から袖にかけてなっていたり、こういうリペア、もう生地ごと違うリペアが施されていたり、ダメージがあったりとはするんですけれども、この全体的にムラのあるこういう色落ちだったりダメージで、元のボディのコンディションは比較的綺麗なので、これ面白いかなと思います。雰囲気系の中でもやっぱ古着の一点物らしさが詰まってる G ジャンかなと思います。サイズも僕だと全然肩を落として着用できそうですね。実寸で40くらいあるかなと思います。お値段の方が、お安いですね。19,800 円と消費税です。続きまして US ネイビーのカバーオールですね。ヘチマジャケットです。こちらかなり状態は綺麗ですね。色が真っ紺というほど、真っ紺ではないんですけれども、もう全体的に色7、8割くらいは残ってるかなと思います。で目立つようなリペアだったりダメージ等も全然ないですね。ボタンも結構変わっちゃってるもの多いかなと思うんですけども、全部怒りボタンで揃ってます。サイズがこちら実寸で38ぐらいですね。僕だと全然、肩落として着用できるサイズ感です。コンディションのいいヘチマですね。お値段の方が 59,800 円と消費税です。続きましてスイートオールのカバーオールですね。ヒッコリーの柄です。こちらスイートオールのブランド、ついてますね。でこちら、ボタンとかも全部オリジナルでスイートオールのボタンがついてて、4ポケットのタイプになっております。年代でいうと大体50年代頃、40年代50年代頃の個体かなと思います。で、コンディションもかなり綺麗ですね。袖口の方に多少のシミ汚れがあったり等はするんですけれども、目立つようなダメージ等もなく、襟もコンディションはかなり綺麗かなと思います。サイズが42レギュラー表記で、これもいいですね。いいサイズ感かなと思います。大きすぎたり逆にちょっと小さすぎるサイズではなく、程よい42表記です。で僕がゆったり着用できるサイズ感ですね。お値段の方がこちら 98,000 円と消費税です。続きましてチノパン、ご紹介いたします。こちらジップがこちら使われていますね。ミリタリーのチノパンです。こちらに内タグがつきますね。サイズが3131表記になっております。
ですがこちら結構実寸で血みがありますね。実寸がウエスト28インチのレングスが30インチになっております。ですがこの結構股上が深めなのでウエスト28インチくらいでも普段、デニム30インチくらいで履かれてる方がちょうどいいサイズ感になるかなと思います。使用感は全然あるんですけれども、まだまだ履いていける逆にいいユーズド感かなと思います。お値段の方が、こちら7800円と消費税です。続いて、ウィンターリーバイスですね。冬仕様のリーバイスのパンツです。ジッパーがリーバイのジップ使われていて、こちら、品番がブーツカットですね。517の品番で3332表記です。もちろんアメリカ製で、じゃあオレンジタブがつきますね。冬仕様、この裏地がこの赤のネル張りになってるんですね。冬でも全然あったかいよというリーバイスです。で、このネルが払えていて、結構いい当たりが出てますね。うっすらではあるんですけど、しっかりとヒゲが入ってて、この濃淡もつき始めてるっていう。色も全然、抜けきってないですし、この501とかでもこの冬仕様の、デニム探すっていうの難しいんですけど、それがブーツカットで517の品番で、これ結構いいレギュラーかなと思います。サイズ合う方おすすめです。ウエストが33インチで、レングスが31インチですね。身長180くらいある方とサイズハマる方も多いんじゃないかなと思います。お値段の方が9800円と消費税です。続きましてリーのデニムですね。こちらサイド黒タグになっております。で、101ですね。でこちらかなりいい雰囲気の、リペアだったりこのブリーチ飛びっていうんですかね。濃淡が結構出てるようなこのブリーチの飛び具合にこの生地を丸ごと変えてる、この一見雑にも見えるんですけれどもこれところどころ、逆にこういうリペアで統一されてると、もうほんとブランド、さんとか結構サンプリングしそうなくらい雰囲気の出るリペアに仕上がるかなと思います。裾のこのボロの感じとかももちろんいいですね。ちょっとでなおかつこの片耳ですね。片方に耳がつく片耳です。でレングスはオリジナルレングスですね。かなりいい1本かなと思います。ベルトループが5本のタイプになってて、後ろもいい色落ちだったりこういう雰囲気の具合ですね。ちょっとグランジチックな、テイストで履いていただければかなりかっこいいかなと思います。実寸も、細身の男性とかが若干腰にかけて履くような感じで履いていただければなと思います。30ニックですね。ウエスト30インチのレングスが29インチです。僕とかちょっと腰バッキしたらいい感じの、雰囲気出るかなと思います。リーの101ですね。サイド黒タグです。60年代。お値段が45,800円と消費税です。お安いと思います。続きましてリーバイスの501の、66前期ですね。こちら501のパッチもしっかり残ってますね。3034表記になっております。で、赤タブはスモール E で、ポケット裏はシングルステッチですね。で全体的な、色残りだったり、この、履いた感じとか結構いいんですけれども、オリジは何ですかね、この全体的に横にこの折れたシワのようなあたりが出てますね。これはこれで結構面白い色落ちではあると思うんですけれども、レングス、オリジナルレングスで耳付きの個体ですね。で後ろも、同じような感じで横にこういうシワの当たりが出ちゃってる個体です。逆にお値段も下がりますし、こういう一点物として面白い色落ちとかを集めてみるのもいいかなと思います。でダメージとかはあまりないですね。こちら1点、リペアがあるんですけれども、股部分も全く問題ないですし、元の色自体はかなり濃いデニムになっております。こちら実寸がウエスト29インチのレングスが32インチですね。ロールアップして履いていただいてもいいですし、女性の方なんかがヒールとかで高いヒールとかで合わせて履いていただいてもいいかなと思います。お値段の方が39,800円と消費税です。続いてこちらは505のビッグ E ですね。フロントフライカッパーでジップ、505ですね。42タロンのジップが使われています。パッチは残ってるんですけれども、もう表記とかはちょっと剥がれちゃってて見えなくなってますね。で、赤タブビッグ E ですね。で、生地感もまだ全然ガシガシしてて、肉厚な、コンディションです。
で色落ちももう今色落ち仕掛けてきてるっていう、うっすらひげが出てきてるっていう、もうこれからが一番楽しい時期っていう感じのデニムですね。でレングスオリジナルレングスで、こちらの505は耳がつかないタイプです。ですがこのレングスがオリジナルでそこまで長い個体ではないので、ロールアップしない限り耳って見せないと思うので、逆にこのジャストサイズで合う方がいれば、この耳がないっていうのは全然気にならないかなと思います。サイドのあたりはしっかり出てますね。じゃあ実寸がウエスト32インチのレングスが29インチです。レングス僕くらいの方でも全然履けるくらい29インチいいレングスですね。後ろもかなりいい色落ちしてると思います。お値段の方がこちら、69,800円と消費税ですね。コンディションここに 1. ポツンとダメージがあるくらいで、その他良好です。続きましてリーバイスの 501WX ですね。501の、WX です。こちら年代なんですけれども、まずベルトループがセンターループで、赤タブが両面に印字されてますね。でこちらスレーキ裏のリベットはカッパーですね。両面レザーの最初の方ですね。1950年代の半ば頃の個体です。で色落ちも、めちゃめちゃいい色ですね。もうざらつきがあって、ひげもしっかり出てる、濃淡が出ててっていう、もう3拍子揃っちゃってます。極上の色落ちですね。でレングスオリジナルのチェーンステッチで、この細い耳もかっこいいかなと思います。でサイドのあたりもしっかり出てるっていう。でアーケードステッチがこの抜けかけてる、この雰囲気も絶妙ですね。蜂の巣なんかも本当にうっすらですが出てき始めてます。これももうこれからの色落ちがかなり楽しめる一本ですね。コンディションも全然言うことないかなと思います。めちゃめちゃいい色ですね。実寸がこちらウエスト31インチのレングスが30インチです。僕がちょっと大きめに履いてもいいですし、ジャストサイズでハマる方いればぜひジャストサイズで履いてあげてください。両面レザーの50年代中頃ですね。お値段の方がこちら35万8000円と消費税です。